はい、マヌルネコのグルシャついに完成です。はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今回はね、旭山動物園応援企画、マヌルネコのグルーシャを作ろうね、最後の工程です。で、最後はね、今画面に映っている通り、全身の植毛をね、進めていきたいと思います。ここはね、もうあまり難しい工程ではないので、かなりカットして早送りをしています。それでもね、今、お腹周りの白っぽい毛から、背中側の植毛に移ってるんだけど、見てわかるように、色が、徐々に変わり始めてるんだよね。なので、ここも、うまく、グラデーションさせる。極端に色を変えないようにね。徐々に上に上がっていくにつれて、色が濃くなっていくような感じにします。色が濃くなると言ってもね、マヌルネコの場合、そんな背中の中心部分が真っ黒とかそういうことはないので、大体この色をね、最後まで背中まで入れていくような感じになります。これね、横たわってるんだけども、作品がね、下にちょっとなんていうかな、発泡スチロールっていうか台が見えると思うんだけども、せっかくね、植毛した例えば顔とかそういうところが崩れないようにこうやって横に寝かせる場合もその作品が設置する部分っていうのは必要最低限になるように何か台みたいなものを置いてやるといいと思います。本当にね、植毛をきれいにやる先生たちはもっとすごい丁寧にやってると思うんだけども、僕はね、いつもこんな感じで結構ガツガツとやっていきます。最終的にね、毛並み整えれば綺麗にはなるので。はい、こんな感じで植毛をどんどん進めていきます。これもちろん首をね、一番最後につけるのだってありなんですよ。僕は首をね、一番最後に、つけてた時もあります。どうしてもね、やっぱり毛並みが乱れたりとか顔崩れたりするから、最後に首をつけるようにしたこともあるんだけども、やっぱりね、最後に首つけるの、ちょっとね、僕は苦手なのだよね。首がちょっと長くなっちゃったりするから。だから僕は最初に首つなげて、体つなげて、で、こんな感じで植毛するようにはしてます。で、今回はね、立ってる姿なので、立ち上がらせて、背中の植毛したり、このように寝かせてね、植毛したり、場所によってね、このやり方は使い分けてます。こんな感じでね、どんどん植毛を進めていきます。今ちょっとね、映ってたけど、ブラシでね、時々軽く溶いたりして毛並み整えたり、毛の流れしっかり作ったりしながらね、進めていきます。で、もちろんあまりね、全身全部植毛してからバリカン入れたりしたらカットするのが大変だから、途中途中必要であればカットしていけばいいし、それはね、人それぞれやりやすいように進めていくといいです。これもね、最初の頃はなかなかね、時間がかかる作業だとは思うんだけれども、慣れてきたらね、どん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 こんな感じで進めれるのと、あと、僕ね、作品作るのかなり早い方だと思います。これ今回は隙間時間に作ってるのですごい時間かかっちゃってるけど、これね、本気で集中して、他の仕事を一切しないかったとして、集中してこの作品作りだけをしたとしたら、僕多分5日あれば全然余裕で作れるくらいのスピードでできるんだけども、で、特にこの植毛する作業、これがすごくやっぱり時間かかっちゃうんだけど、で、結構ね、早くやるコツは何ですかって聞かれるんだけども、慣れることと、あと、皿の中にいっぱい植毛する、混毛した毛を準備いっぱいしておくこと、途切れさせないように、毛を準備させておくことと、あとは無心でやること。もう何も考えない。ひたすら、もう作業をやっていく。もう機械のように。そういうふうにやってますね。で、やっぱりね、どうしても混毛した毛がさ、準備してる毛が途切れちゃうと、また混毛し直したりするし、集中力
切れちゃうので、で、またね、その梱包作業が結構めんどくさかったりするから、そうなるとこう、ね、素材が切れちゃうと集中力切れちゃうから、だから、なるべく多い量をね、準備しとくようにしてますね。はい、こんな感じで進めていきます。で、こうやってね、開いたら結構剥げてる部分とかもあるから、そういうとこをしっかり見つけて植えていきます。で、大体埋まったので良ければブラシで毛をね、軽く起こして、バリカンでまず毛先をカットする感じです、これは。ほんと表面、浮かした毛をカットしていく感じ。で、またブラシで起こしてあげて、で、そこをカットしていくっていう風に、こういっぺんにこう短く切ったりしないで、少しずつこういう風にやっていきます。何度も何度もこうやってブラシで起こして、浮いた毛をカットしていく。で、徐々に徐々に短くしていく。これね、ブラシも思いっきりこう解いてるわけじゃなくて、本当に軽く引っ掛けて起こしてるような感じですね。もう軽くブラッシング。こんな感じで表面の毛を刈り取って徐々に短く調節していく。まあ最初ね、このバリカンもね、慣れなくてガタガタになると思うんだけど、もう慣れてきたらね、こんな風に綺麗にできるんで。で、これはね、今ね、極細針を使ってます。極細針で、その、筋肉の隆起してる形とか骨格とかその辺ちょっと意識してちょっとね形を整えています。太もものちょっとね凹凸出したりとか軽くね。でよかったらまたブラッシングを軽くして整えてあげます。これもね必ず極細針でやることやるならどうしてもね太い針でやるとねせっかく綺麗に植えた毛を潰してしまうので。で、やりすぎないように注意です。で、最後はね、なんかこう、ハケみたいなちょっと強めの、なんだろう、硬めのブラシなんだけれども、まあそういうのでちょっとこう、浮いている余分な毛をね、除去したりしています。はい。こんな感じで、ね、ひとまず形になりました。ここからね、髭や眉毛をつけていきます。はい。というわけでね、髭と眉毛のね、工程を飛ばしちゃったんだけども、こんな感じで完成しました。旭山動物園応援企画、マヌルネコのグルシャ、完成です。で、この作品はね、最初に言った通り、販売して、売り上げをね、全部、旭山動物園に寄付したいと思います。それではね、ここから販売方法を解説していきます。はい、それではね、ここからはどのように販売していくかというところで、今映ってるページ、これね、ヤフオクのページなんですね。で、ヤフーオークションで販売していきます。で、すでにですね、出品、しています。で、題名が、羊毛フェルトマヌルネコ作品虹玉屋で出品しています。で、開始価格を1万円スタートとさせていただきました。で、説明文、書いてある通り、あと、以前からね、皆さんに告知していた通り、この企画はそもそも動物園を応援しようっていうのでね、始めた企画です。で、その作成過程を YouTube でね、アップしていって、みんなも一緒に作ってみようよなんて言って始めました。で、僕の作品は、今回ね、このようにヤフオクで販売をして、で、この落札金額、売り上げた金額ですね。この金額すべて全額動物園の方に寄付させていただきます。で、僕がこうやって作品を作ってこのショップとかオークションで販売するっていうことは基本的にやってないので、多分これが最後になると思います。なのでオーダー作品頼む方は別だけどね、僕の作品興味があるって以前から思っていた人とか、あと動物園ね応援したいんだって思っている方は是非ね入札して参加してみてください。で、このオークション自体は6月15日月曜日ですね。月曜日の夜9時28分に終了します。なんだけど、オークションをやったことある人はわかると思うんだけれども、終了5分前になって、誰かが入札していて、そこにね、新たな、金額つけて入札してきた人とかいたら、時間がね、少し延長になったりします。なので、
終了間際で競ってくると時間は延長されるんだなと思っておいてください。でもいずれにせよ6月15日の夜9時半頃には終了するオークションなので、日にち間違えないようにね、興味ある方は参加してください。はい。というわけでですね、旭山動物園応援企画、マヌルネコのグルーシャを作ってみよう。これでね、完結です。またね、この落札した金額、それからね、寄付に関することについてね、また後日ね、YouTube で発信したいと思います。はい。それではね、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。